皆さんこんにちは。重機のインスタライブをご視聴いただきましてありがとうございます。私は重機株式会社広報グループの田中と申します。本日は司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今年重機の職業用ミシン SL700EX が2023年度のロングライフデザイン賞を受賞しました。このロングライフデザイン賞とは、これまで10年以上にわたり継続的に販売され、ユーザーから支持を得ているもの、そして今後も販売されることが見込まれるもの、また高い水準のデザインを有するものに与えられる賞です。今年は104件の審査対象の中で6件が受賞し、そのうち1件に SL700EX が輝きました。本日のインスタライブは、その企画開発に携わった重機の関係者4名にお集まりいただいております。これから開発秘話について生配信でトークセッションをお届けします。時間は30分ほどを予定しています。それでは出演者の皆さん、それぞれ自己紹介をお願いいたします。こんにちは。デザイン戦略部の山本と申します。私はこちら重機の職業用ミシン TL90 発売の1年後の91年入社です。ずっとデザイン部門に勤務しております。本日はこの職業用ミシンの、配信ということなので、フル株として参加させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。家庭用ミシンカンパニーの馬場です。私は、商品企画を担当しております。この SL700EX でも、担当させていただきました。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは。縫製機器開発部の白石です。入社以来20数年、家庭用一筋で設計の方をやらせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは。縫製機器開発部の飯村と申します。EB1 ではメカの設計を担当いたしました。本日はよろしくお願いいたします。ライブ配信中、視聴者の皆様から、コメントや質問を受け付けています。最後にまとめてご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、すべてにお答えできないこともございますので、あらかじめご了承ください。それでは早速参りたいと思います。まず最初に、そもそも職業用ミシンとはどういったものなのか、簡単にご説明をお願いできますか。企画の馬場さん、お願いいたします。はい。職業用ミシンとは、一般の家庭用ミシンと比べると、パワーとスピードがあり、より縫い目の美しい直線専用のミシンのことを言います。主にソーイングレベルの高い方に長くご愛用していただいております。もともとは既製服が、存在していない、まだ普及していない時代に、服のオーダーメイドを請け負う仕立て屋さんなどに、職業的に、使うということからその名前が名付けられました。ありがとうございます。プロの洋裁の先生方からも、よく愛用されてますよね。今回この SL700EX がロングライフデザイン賞を受賞しましたが、どのような点が評価されたとお考えでしょうか。デザインの山本さん、お願いいたします。はい。評価いただいた審査員の方々のコメントは、本当だったら全文ご紹介、しなくちゃいけないところなんですけども、その全文は皆さん受賞ギャラリーでご覧いただくということで、ちょっとだけ抜粋しますね。で、重機のミシンがあることによって、日本の特にアパレルの世界の品質が格段に上がったように思う。そして長きにわたって愛されてきたもの、そのもののデザインにおいても評価する意義があるといったような評価コメントをいただいています。実際、この重機の職業用ミシンは1990年に発売されてから33年間同じフォルムを継承し続けてきています。で、これはお客様にですね、長きにわたってデザインそのもの、そして高い品質が愛されてきたからだと思っています。ありがとうございます。こちらにその33年前に発売された初号機となる TL90 がありますが、外観も作りも今の 700EX に受け継がれているということですね。
そもそもその初号機となる TL90 ですが、どういう経緯で開発されたのでしょうか。こちらも企画の馬場さんお願いいたします。はい。1990年より前の重機の職業用ミシンは重量が重くグレー色でいかにもプロ用の外観になってました。職業用は工業用ミシンほどの力強さは不要だけども、家庭用ミシンではちょっと物足りないというニーズ、例えば先ほど少し触れました仕立て屋さんのニーズに応えるために生まれた機種がこの TL90 なんです。開発の観点では白石さんいかがでしょうか。そうですね、1990年以前の職業用ミシンなんですが、フレームが工業用と同等に鉄製でできていました。それをこの機種でアルミ化したことにより軽量化が達成できました。それとまたデザイン的な自由度も上がったと思うのですが、山本さんどうでしょうか。はい。この自由度の話なんですけれども、当時の、この TL90 をデザインされた私の、上司の方から聞いたんですけれども、ですね、その自由度が高くなったということから、印象派の画家であるルノワール、こちらの滑らかな形状や質感を表現できたらということでデザインされたということを聞いています。で、形状的になんですけれども、ちょっと解説をすると、たくさんいいところが詰まっているんですけれども、4点ほど。こちら全体のデザインを見ていただいても、わかると思うんですけれども、指向性の偏りがないスタンダードなデザインになっています。で、次に、この広い縫製空間ですね。こちらの方を、もう確保した懐と、その割には高さを抑えたこのボディ。そして次に、この面部カバーなんですけど、上の R から下に向かってほっそりとした曲線、これを描いて、この見やすい張元。それから、最後なんですけど、フラットベッドに対して、この本体も支えるような船底のようなデザインとなっています。それと、こちらもなんですけれども、このミシン全体を見ていただいて、今でもこれ、ダイヤルとかたくさんあるんですけど、当時の職業用ミシンっていうと、操作部がすごくごちゃごちゃっとこうしていて、操作するのも戸惑うぐらいだったんですけれども、こちらの機種を開発した時に、操作部は全部このミシンのところに内在されていて、すぐ操作ができるように、設定もできるように、レイアウト、デザインされているということを聞いています。そうなんですね。技術的に見ましても、この TL なんですけれど、当然重機といえば工業用ミシン分野でトップメーカーです。で、そこら辺のノウハウがありまして、やはりアルミにフレームをしたんですけど、耐久性であったり静音性っていうのを維持したまま持ち運びができる本格的なミシンっていうのが実現できたというふうに考えています。またそれらのノウハウ外もですね、職業用ミシンであったり家庭用ミシンにですね、工業用の技術っていうのがふんだんに取り入れられていまして、この TL90 に関しましても、工業用の押さえであったりアタッチメントがそのまま使えたり、糸切りの重要な部品が信頼性のある工業用のミシンのものと共通で使っているということが挙げられます。はい。そういった、お客様目線での、機能、使い心地、デザインが当時仕立て屋さんなどのプロだけでなくソーイング作家さんや、服飾系の学生さんからも大受けして大ヒットしました。この初号機の TL90 は職業用ミシンをプロだけでなく一般へ普及し職業用の本格的な市場を作るきっかけとなった機種なんですね。こちらに職業用ミシンのヒストリーがあるんですけども、1990年に TL90 が発売されました。その6年後に TL96 というのが出まして、これに、ドロップフィード、それから半身スイッチボタンなどが装着されています。それから2年経った98年には、この頃から海外へも販売するようになりました。それから、2005年頃から、SL シリーズというのも作りまして、販売路線を増やしていって、現在の SL700EX までと、販売台数も増やしていっております。そして現状のですね、SL700EX まで初号機 TL90 から33年間、
フレーム形状はそのままにデザインが継承されています。ありがとうございます。デザインを継承しながら、その時代の変遷や市場のニーズに合わせて新しい機能を追加していく。これはなかなか簡単なことではないようなと思うんですけども、皆さんそれぞれのお立場でご苦労されたことなどお聞かせいただけますでしょうか。馬場さん、またお願いいたします。はい。この SL700EX では、お客様の要望に応えるという形で、厚物を簡単に縫製できるという点にこだわりました。はい、そうですね。で、この職業用なんですけど、もともと加縫性十分に広くて、加縫できる、生地の種類が広いんですけど、さらにそれを厚物を縫えるようにしたいということで、いろいろ考えられました。で、薄物の品質そのままに厚物対応しようということで、今回に限りとしては、この厚物を縫う際に、糸経路を変えるという工夫をして、それらを達成しました。そういうことで言うならば、追加する機能も、この重機の職業用ミシンのボディスタンスを維持しながら進化させていかなくちゃいけないということですよね。そうですね。で、今言われたようにデザイン的なものもやはり、この TL90 からのスリムで、コンパクトだというこの流れを受けてますので、いろいろ機能を追加しようとしたときにどうしても内部構造にかなり制約があるということで、そこらをクリアしていくのはやはり苦労がありました。はい。こうした開発の苦労を乗り越えて厚物縫いができるミシンが完成したということなんですが、それではせっかくですので、視聴者の皆さんにも、実演をご覧いただきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。このように革を3枚重ねたものを縫っていきたいと思います。このようにきれいに縫うことができました。はい、今縫っていただいた、革や、デニム、帆布のような厚物でもこの SL700EX ではしっかり縫うことができます。先ほど開発から説明のあった、太糸テンションですね。はい。それだけでなく付属している専用の厚物用の針板、そしてスムース押さえ、こちらを組み合わせることで厚物縫いにしっかりと対応することができるようになりました。また工業用と同じ、微量押さえ上げという機能も備えましたので、キルト生地などの縫いずれやニット生地の縫い伸びも抑えることができます。薄物から厚物まで、幅広く、そして安定してきれいに縫えるのが大きな特徴ということですね。馬場さん、他にも追加された機能はありますか？はい、他にもですね、LED ランプの光量を3段階で調整できるようになったり、といったものがありますが、フットコントローラーもこの SL700EX で新しくなりました。踏み心地を重視した形状と重さにしています。踏む時の重さですね。また針を止めたいところでピタッと止められ、あと一心抜いたいという時なんかにも便利です。そして、コントロールのペダルと糸切りスイッチを分け、2ペダルタイプとしていますので、とても使いやすいです。このあたりの、開発側の苦労話とかはありますか？開発の、白石さん。はい、そうですね。こちらのコントローラー、先ほど説明があったように2ペダル方式となっています。で、こちらが、速度制御のペダルで、こちらが糸切りのペダルとなっています。で、安全性のことを考慮しまして、踏み間違いがないようにということで、こちらの方に、仕切りを設けています。
ただ、こちらがですね、最初試作をかけた時には非常に高くと設定されてました。で、安全性を重視していたんですが、使い勝手という観点からすると、こちら高すぎると踏み心地が悪いという関係部門の意見がありました。で、関係部門と競合の上、一応この仕切りに関して最適な形を作っていったという経緯があります。新しい機能を搭載するのに、様々なご苦労があったということですね。ところで、重機の職業用ミシンといえば、最近、ボタンホーラー EB1 という商品が発売されました。馬場さん、こちらの製品についても詳しくご紹介いただけますか？はい。こちらは職業用ミシンにつけられる業界初のコンピューター式ボタンホール専用装置です。日本では今年の6月より販売を開始しました。職業用ミシンでもボタンホール縫いがしたいという強い要望があり、それを形にしたのがこの EB1 です。開発の立場で、工夫した点とか苦労した点がいろいろあったかと思うんですが、飯村さん教えていただけますか？はい。EB1 は現行の機種に取り付けられるように設計した製品なのですが、ミシンはすでにお客様のお手元にあるため、手を加えることができないという点で苦労したことが多かったです。制限が多い中で、いくつも案を出して試作や実験を繰り返すことで、最終的にこのように製品化することができました。試行錯誤した部分としては、まず EB1 の取り付け方法です。ワイドテーブルや専用テーブルをミシンに取り付けた状態のまま、EB1 を使えるようにするという要求仕様がありました。この仕様を満足するためには、ミシンのこの側面やミシンを置いているこのテーブルの面というのは使用することができないため、ミシンのこのベッド面上にある限られた形状を利用して固定する方法を考えました。他に苦労した部分としては、こちらの押さえ回りを一つのユニットにすることです。最初の案では、この押さえとセンサーケースの中にあるセンサーと検出体、この3つをそれぞれ別に取り付ける構想になっていました。しかし、これでは取り付けに手間がかかってしまうので、なんとか一つのユニットにしようと検討を重ね、最終的に一つのユニットにすることができました。はい、こちらも実際に視聴者の皆さんにご覧いただきたいと思います。実演の方よろしくお願いいたします。シャツの前立て部分に両冠止めのボタンホールを縫っていきます。カメラが装置に近づきますので、少々音が大きくなりますのでご注意ください。このように綺麗なボタンホールを縫うことができました。このように職業用ミシンの市場に先駆けて開発したコンピューター式のボタンホーラーですが、他にもいろいろと工夫した点があったかと思います。飯村さんいかがですか？はい。綺麗な縫い目を実現するためには、なるべく針落ちの近くを枠で押さえる必要があります。そのためには、枠の開口部を最小限にした方がいいのですが、その一方で、4方向に模様を回転させて、あらゆる箇所への縫製を可能にするという仕様がありました。そこで枠の開口部をこのように L 字にすることで4方向での縫いと縫い目の綺麗さを両立させました。また枠には生地のセット性を良くするための工夫もしています。こちらの上枠は透明にして生地が見えるようになっており、さらにこのような格子状の曲線をつけることで生地の位置や向きを決めやすくしています。枠を透明にするために材質を樹脂にしたのですが、樹脂のプレートは変形しやすいため、生地を挟む力を確保するのがとても難しかったです。そこで開口部のこちらの L 字周りのエッジ形状や
バネ圧のかけ方を工夫しました。様々な試行錯誤や工夫を重ねて商品化されたということですね。はい、ここまで SL700EX やボタンホーラー EB1 の開発秘話について、担当の皆様からお話をいただきました。皆様ありがとうございます。さて、ここからは視聴者の方からコメントがいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。すべてにお答えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。では、早速ですが、こちらは、まずですね、SL とか、TL というふうに、名称がついてますが、こういったのはどういった意味ですかというご質問が来ております。馬場さん、お願いできますか。はい。こちらの方を見ていただくと、この略称が書いてあるんですけども、TL というのは、テイラーズロックステッチの頭文字を取っています。それから、SL ですね。こちらに、あるんですけども、SL はストレートラインロックステッチということで、それぞれ TL、SL ということで、名称を付けさせていただいております。ありがとうございます。こちらはご意見、コメントですね。アーカイブにして今回の動画を残してほしいですといただいております。じゃあもちろん、はい、ご覧いただきます。いつでもご覧になれます。次ご質問になります。いや、ご意見ですかね。ボタンホールで悩んでましたということでおっしゃってますけど、馬場さん、これはあれですよね。ぜひ EB1 を。そうですね。職業用ミシンを活用していただくのはもちろんなんですけども、EB1 は使える職業用ミシンある程度限定されてますので、どの職業用が使えるかというのは重機のホームページに記載しておりますので、ぜひそちらをご覧になっていただければと思います。はい、じゃあぜひホームページの方をご覧いただいて、まずは対応できるかどうかということで確認していただければと思います。こちらコメントになりますが、先日購入させていただきました。ありがとうございます。ですね。あとあれですね、今回の会議みたいでっていう会議みたいでですね、書かれてます。開発者さんのお話がめちゃくちゃ楽しみです。おっしゃっていただいてます。ありがとうございます。あとTL90 から 700EX に買い替えましたというコメントもありがとうございます。こちらご質問になりますかね。これはちょっと専門的かもしれないですが、家庭用に多い水平釜ではなくて直線釜にした理由、メリットを教えてくださいということです。こちら開発の白石さん。そうですね。はい。垂直釜っていうのはやはり工業用でも垂直釜を使ってます。釜を回る糸が少ないので、その分ちょっと専門的なんですけど、当然縫いとしては水平釜のものよりも良い傾向になります。理由があって、はい、だったということですね。はい、ありがとうございます。コメントでも最新のミシンだけど、熟成に熟成を重ねたモデルだったんですねということで、感想をいただいております。ありがとうございます。はい、たくさんのコメントありがとうございました。ちょっとそろそろ終了の時間になりましたので、コメントの方はこちらで控えさせていただければと思います。最後に、出演してくださいました皆様からインスタライブをご視聴の皆様に一言ずつ、ご挨拶よろしくお願いいたします。はい、じゃあ私から、今回ですね、ロングライフデザイン賞を受賞できたこと、とっても嬉しかったんですけれども、33年前遡って重機のメンバーたくさんの方がこの職業用ミシンの開発、企画もそうです、製造にも関わってくださったと思います。その方皆様もそうですし、 OB、OG の方も一緒になって喜んでくださったんじゃないかなと私は勝手に思っております。そして、今コメントいただいたんですけれども、今お使いいただいているお客様、そしてこれからお使いいただくお客様にもぜひとも楽しいソイングライフを、お過ごしいただければと心より願っております。これからも重機ブランド製品でですね、良いものづくりを皆様に愛されるものづくりをしていきたいなと思っております。本日はご視聴ありがとうございました。
ロングセラーとなったのは、ひとえにお客様のおかげと思っております。時代の流れ、技術革新の流れというのはとても早いんですけども、昔から変わらないものと変えていくべきものというのはあると思います。それらを見極めて、これからも良い製品を作っていきたいと思います。本日はありがとうございました。私なんですが、新しい製品を作っていくという立場にありますので、TL 同様に、長い間市場から愛される製品作りというものを心がけて、今後も開発をしていきたいなと思います。本日はありがとうございました。EB1 では、職業用ミシンでもボタンホール縫いがしたいというお客様のニーズにお応えするために設計を行いました。これからも EB1 のようにお客様のニーズやご要望にお応えできる製品を設計していきたいです。本日はありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。ちょっとここで締めたいところなんですけども、最後にもう一つだけご質問があります。革を縫えるのはこのミシンだけですかというご質問が入ってるんですけども、ちょっと安心されてる白石さん。ご質問お願いします。いろいろ縫えるは縫えるのですが、やはり革っていうことにだいぶ重きを置いているので、できることであればSL をお勧めしたいなとは思います。はい、お勧めということで、どうもすみません、ありがとうございました。はい、ではそれではお時間になりましたので、ここでロングライフデザイン賞受賞記念 SL700EX 開発秘話セッション、こちらのインスタライブを終わりにしたいと思います。皆様短い時間でしたがご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。